やあ、探偵諸君、おはよう。おはようございます、所長。京子くん、今日も綺麗だね。おはよう。おや、ティラミスくんも。今日はアイドルの仕事は大丈夫なのかな？ライブが終わったから今週はずっとオフ。それは結構だ。新人探偵くんもおはよう。今日もいい一日になりそうだ。さあ京子くん、今日の依頼を教えてくれたまえ。はい所長、今日の依頼はゼロです。ゼロ？ゼロです。この1週間新規の依頼はゼロです、所長。なんだって？歌舞伎町でその名を轟かし、伝説の探偵事務所とまで呼ばれるこのセブン探偵事務所への依頼がゼロ？あら、平和でいいじゃありませんか。もちろん仕事がゼロでもお給料はきっちりいただきますけど。いや、そういう問題じゃないんだよ。依頼がなくちゃ新人探偵くんの腕も磨けないし、ほらティラミスくんだって暇すぎて怪しげな雑誌を読みふけちゃってるし。私結構楽しいけど。いや君、それ月刊マーだろ。昔からあるうさんくさいオカルト誌じゃないか。今月は失われたアーク特集。アーク？ユダヤの三種の神器を収めた箱でナチスドイツが発掘して、その後密かに日本に運ばれてきたって書いてある。それインディ・ジョーンズの映画の話だからね。そんな重要なものが日本にあるはずないじゃないか。もうダメだ。このまま依頼がなかったらティラミスくんがどんどん怪しげなオカルトにはまって。所長、落ち着いてください。面白いのに。いや、これは由々しき事態。お邪魔しますよ。どちら様かな？こちらセブン探偵事務所ですよね。凄腕の探偵事務所と聞いてきたんですが。お仕事のご依頼ですね。どうぞこちらへいらしてくださいませ。どうされました？ご気分でも？いや、失礼。まさかこんな歌舞伎町というすさんだ街であなたのような美しい人に会えるとは思っていなかったもので、少々驚いてしまって。あら、お上手。どうでしょう。大事な話をするのにここではなんですから、二人でゆっくり。この近くにいいバーを知っているんです。京子くん、お引き取り願いなさい。ちょっと所長、何言ってるんです。1週間ぶりの依頼人ですよ。だって君、大事な話をするのに探偵事務所より適切な場所があるかね？おっと、誤解を与えたなら申し訳ない。大事な話というのは依頼の話ではなく、私と彼女の未来について。何しに来たんだ君？こんなんばっか。失礼。可憐な花の存在を見落としていたとは。だけど君はまだ淡いつぼみのようだ。どうかな、3年後くらいにまた運命的に再会するっていうのは。もういっそのこと別のビジネスを始めた方がいいんだろうか。すみません、ちょっと冗談が過ぎたようですね。あら、冗談だったの？京子くん？続きはまた後で。本題に入りましょう。実は私、こういうもので。文化庁文化財第一課調査官梶良二。しがない政府職員ってやつです。あんまりお役人さんっぽくは見えないけど。民間出身なものでよく言われます。それで文化庁の方が探偵事務所に何のご用で？実は探してもらいたいものがあるんです。一月ほど前、とある名家の大富豪が亡くなりまして、その財産目録が公開されました。その目録たるや歴史の教科書に出てくるような国宝級の一品が並ぶ相当なものだったんですが、一つ記載があるにもかかわらず現物が見当たらない品がありまして、調査の結果、死後のドタバタに紛れ密かに持ち出され、闇ルートに流されたことが分かりました。そして。なるほど、我々に頼むとはつまりそういうことか。ええ、
どうも物は現在ここ歌舞伎町にあるようで、ご存知のようにこの町では世間とは少々異なる物理法則が働く。我々の手には負えないと判断し、相談に伺った次第です。蛇の道は蛇。お役人さんにしてはいい判断ね。お褒めに預かり光栄です。で、何を探せばいいの？ティラミス君、まだ依頼を受けると決めたわけじゃ。探しているのはベサルエルの箱と呼ばれるものです。君、それ本気で言ってるのかい？どうしたんです、所長？何の箱ですって？ベツァルエル、神の指示を受けたモーセが選んだ職人で、神殿やそこで使う道具を作った人。ティラミス、あなたいつの間にそんな歴史詳しくなったの？今月の特集で読んだばかりなんだろう。そうだ、ベツァルエルは旧約聖書の出エジプト記に名前の出てくる職人で、預言者モーセに命じられ様々なものを作った。その中で箱と呼ばれるものはモーセの十戒を刻んだ石板やその他の神器を収めた契約の箱を指す。それってさっきティラミスが言ってた。そう、またの名をアーク、失われたアークそのものさ。バカバカしい。文化庁ともあろうものがオカルト誌の記事を真に受けたんじゃあるまいね。これは手厳しい。いやいや、ごもっともです。誤解しないでください。私もインディ・ジョーンズは大好きですが、それを信じるにはちょっとばかり大人になりすぎた。我々が探しているベサルエルの箱はアークとは別のものです。とある文献によると、ベサルエルはアークを作るにあたって幾度も試作をしているという記述がありましてね。その試作品の一つが長い時の果てにこの日本にたどり着いたと言われているんです。我々が探しているのはそれでして。きな臭い話には変わりがないと思うがね。おっしゃる通り、我々だって 100% 信じてるわけじゃありません。ですが、もし本物なら大変な文化的価値があります。我が国の国際関係にも関わってくるし、放っておいていいような代物じゃない。いやはや役人の辛いところです。手がかりはあるのかい？我々が調べた情報をまとめてあります。お役に立つかと。所長、私、この事件やりたい。わかった。この依頼引き受けよう。ありがとうございます。これで私も上司に顔が立ちますよ。京子くん、ティラミスくん、そして新人探偵くん、君たちが担当だ。よろしく頼むよ。君のようなお嬢さんも捜査に？文句あるの？ティラミスくんを侮っちゃいけない。彼女演技の天才でね、こう見えて変装の達人なのさ。何か喋ってみて。何かって？何でもいい。じゃあ好きなものは？好きなもの？なんだろう。スイカは好きだな。あら、子供みたいなこと言うのね。かわいい。趣味みたいなもんだね。畑で育ててるんです。だいたいわかった。趣味みたいなもんでね。畑で育ててるんです。だけど私はスイカよりメロン派だから、育てるならメロン畑かな。こいつは驚いた。変装したら見た目もそっくりよ。背格好が違いすぎると知り合い相手には厳しいがね。まあ遠目なら問題ない。こんな感じ。いや、お見それしました。見事だよ。いつでもプロのスパイになれそうだ。こんな凄腕揃いなら安心して任せられます。それはよかった。ところで箱には何が入ってるのかね？何ですって？いや、箱だろ。箱ってのは何かを入れるためにあるわけだ。ということは何かが入ってるんじゃないかな、そのベツァルエルの箱にも。案外あなた方の本当の目当てはそっちだったりなんてね。
申し訳ありませんが、目録には載っておらず、我々も知りません。そうか、楽しみだね。当然ご承知とは思いますが、箱を見つけても決して開けぬようお願いします。ほう、どうしてだね。大変貴重な品物です。専門家の手で開けないと、万が一壊してしまったら大変ですから。それは恐ろしい。なあに、我々もプロの探偵だからね。依頼人の探し物を勝手に開けたりなんかするわけがない。単に好奇心の話さ。ご理解感謝します。おっと、もうこんな時間か。失礼、次の約束がありまして、私はここで資料はお渡しします。もらってしまっていいのかね。コピーです。オリジナルは手元にありますから。あら、行っちゃうの？すみません。代わりと言っちゃなんですが、無事に品物が見つかった暁には二人きりで祝杯をあげる準備をしておきますよ。楽しみにしてるわ。約束です。それじゃあティラミスちゃん、それに新人探偵くんもよろしく。京子くん、所長、どうしました？君、あんなうさんくさい男がいいのかね。本人もそうだが、依頼もなんだか眉唾者だし。ああ、まあ彼口説いてるの口だけですから。え、そうなのかい？ええ、あれは本命が別にいるタイプね。それも根深いやつ。なんでわかるの？女の直感。女の直感。本気ならいざ知らず、火遊びは間に合ってるの。いい男だけど縁がなかったわね。ティラミスもああいう男に引っかかっちゃダメよ。おじさんに興味ない。若い子って恐ろしいわ。箱、本当にあるのかな？わからんね。そもそもアークすら実在するのか怪しいくらいだ。そういえば失われたアークって言ってましたよね。そもそもどうして失われたんですか？アークはもともとエルサレム神殿に安置されていたが、ソロモン王の死後イスラエル王国は分裂。さらに紀元前586年、バビロニア王国の侵攻により神殿は破壊されてしまい、その際に行方がわからなくなったとされている。3000年近く前の話ってことですか？なんだか現実味のない話ですね。そういうことだ。今回の箱とやらもまず偽物だろう。問題はなぜ文化庁がそんなヨタ話を真に受けてるのかってことだが、まあ我々には関係ない話さ。ちなみに話を戻すと、当時のバビロニアの王の名前だが。それ書いてあった。確かネブカドネザル2世。